はい、健康生活チャンネル理学療法士兼ファスティングマイスターの海老原貴弘です。今回はですね、カロリーゼロはダイエットにならない理由についてお伝えしたいと思います。で、ダイエットをしたい方は多いと思いますが、なかなか甘いものってね、やめられないじゃないですか。ですから、多くの方がカロリーオフであるとか、糖質オフであるとか、カロリーゼロみたいな、こういったそのカロリーが入っていないジュースやお菓子とか、あるいはお酒を選びがちなんですよね。で、そのためにですね、今、非常に多くのカロリーゼロ商品が出回っている状況にあります。しかしですね、今回、なんとこのカロリーゼロだとダイエットにならないばかりか、反対に太ってしまうという恐ろしい結果が分かりましたので、これをお伝えしたいと思います。この健康生活チャンネルでは健康美容ダイエットに役立つ食事や生活習慣の情報をお伝えしています。チャンネル登録をしておくとあなたやあなたの周りの方にね、今後ずっと役に立つ情報を身につけることができますので、お見逃しがないようにぜひ今すぐチャンネル登録をお願いします。で、今やですね、そのジュースやお菓子、お酒、その他にもですね、いろんなカロリーゼロ商品、あるいはカロリーがその極端にね、少ない食べ物っていうのが販売されているんですよ。あなたご存知でしたか？結構そのいろいろ食べ物とかね、飲み物とか見てみると、この商品はカロリー 50% オフとか 70% オフとかゼロみたいなのって結構あると思うんですよね。めちゃくちゃ甘いのにゼロカロリーですから、これみんなね、やっぱり飛びつくはずですよね。でね、じゃあなぜこのように甘いのにゼロカロリーの飲食物を作れるのか、なんでだと思いますか？だってね、ゼロコーラとかあるじゃないですか。あれもめちゃくちゃ甘いのに、あれもね、ちゃんとゼロカロリーなんですよ。まあ、厳密に言うと0.0000何パーセントはその糖質入ってるみたいに言われてますけども、まあ、ほぼゼロなんですよね。でもあんなに甘い。これなんでだと思うでしょうか？はい、そうですね。これは人工甘味料を使っているからなんですよ。で、人工甘味料は科学的に合成されて作られた甘味料で、砂糖の何百倍という強烈な甘さを持っているんですよね。だから一粒で砂糖の何百倍、何千倍みたいなものがあるんですよね。こんなね、その強烈な甘さを持っているにもかかわらず、カロリーがないという恐るべき甘味料なんですね。ですから、各社メーカーはもうこぞってこの人工甘味料を使っていますし、やっぱりこれを使うことでカロリー控えめみたいに書けますしね、カロリーゼロみたいに書けますから、やっぱりそのメーカーっていうのはこれを使いたいんですよ。でね、ダイエットをしたいという消費者もカロリーゼロ商品を買いまくるという状況になっているんですね。ですから、メーカーがね、ゼロ商品を出すと、そしたらそのダイエットをしたい人が買うと、もうこの商売上のね、構造が出来上がっちゃってるんですよ。しかしですね、そんなカロリーゼロだからダイエットがね、簡単にできてしまいそうな人工甘味料なんですが、実はですね、研究の結果からダイエット効果がない、あるいは逆に太ってしまうという理由が報告されたんですね。で、みんなね、痩せるためにカロリー制限を頑張ってるのに、カロリーがないのに太るなんてめちゃくちゃ気になるじゃないですか。ですからぜひね、これは知っておいてほしいんですけども、これはですね、アメリカ・ロサンゼルスの南カリフォルニア大学からの研究報告で、人工甘味料の一つであるスクラロースを摂取した後の食事に対する反応を調べたものになります。で、この結果ですね、この研究の結果、女性と肥満の方の場合では、人工甘味料であるスクラロースを摂取した場合、砂糖の入った飲料を飲んだ場合と比べてですね、食欲に関する脳の反応が高まったという結果になったんですね。つまり、人工甘味料を摂取したら、食欲が倍増してしまった、食欲が暴走してしまったということなんですよ。だからその人工甘味料があるその飲み物を飲んでしまうと食欲が増してしまうわけだから、普通よりも多くの食べ物を食べてしまって太ってしまうというダイエットにね、その効果的ではないという理由があるんですよ。でまたですね、この研究ではこれを証明するための実験も行っているんですけども、この研究の後にですね、人工甘味料のものを飲んでいたグループと砂糖入りの飲料を飲んでいたグループにですね、スナック菓子をね出したんですよ。その参加者に対してスナック菓子をね、これ食べていいですよというふうに提供したんですよね。でそうすると、このスクラロース入りの飲料を飲んでいた方が砂糖の入った飲料を飲んでいたグループに比べて、このスナック菓子を多く食べたという、結果が出ているんですね。ですから数値だけではなくてですね、この実際に食欲が上がってしまって、このスナック菓子をどんどん求めてしまうということが分かったんですね。ですからせっかくですね、砂糖を使わなくてその人工甘味料にね変えたおかげでカロリーが減ったんですけれども、食欲が上がってしまったためにむしろ摂取するカロリーを多く
取ってしまうという、本末転倒なことになってしまっているんですね。ですから人工甘味料はダイエットにはならないよということが言えるんです。ただしですね、スクラロースにはいい面もあって、砂糖よりも太りにくくなるかもという効果も確認されているんですね。でね、これなんでかっていうと、これはね、砂糖を取ることで、なぜ砂糖を取ることで太ってしまうのかというメカニズムをね、知っておく必要があるんですが、理解する必要があるんですが、あなたはですね、糖質を取った時にどのようにして太ってしまうのか、これを知っているでしょうか。これを理解しておくことってめちゃくちゃ重要なんですよ。これはですね、知っておくと、ダイエットだけではなくて、老化のスピードとかもね、これを知っておくと変わってきますし、綺麗になりますし、病気のリスクにも直結しますので、ぜひ知っておいてほしいところなんですね。ですので、これね、もし知りたい方は、ぜひ今のうちにね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。これね、チャンネル登録と高評価してもらうと、こういった情報をですね、他の方にもね、YouTube のシステム上で、ご紹介されるようになりますから、健康志向の高い方に、こういった情報が伝えられることになりますので、ぜひご協力をお願いします。あなたがね、チャンネル登録とあなたが高評価を押してもらうと、チャンネル登録をしてもらうと、もっとね、多くの方が救われますので、1人がね、チャンネル登録をすると、もう1人が救われるというイメージで、ぜひチャンネル登録とね、高評価もよろしくお願いします。で、砂糖を取るとね、太ってしまう理由の部分ですね。でね、太るということは脂肪が増えるということなんですけども、なんでね、糖質を取ったのに脂肪が増えてしまうんでしょうか。で、これはですね、余ってしまった糖質が脂肪に変わっちゃうからなんですね。で、私たちが糖質を取りすぎた時には、血糖値といって血液中に含まれる糖質の値が上がるんですよ。ですから簡単に書くとですね、血管がね、まずこんな風に血管があったとして、でね、この中に糖質がね、入ってくるんですよ。糖質が流れてるんですよね。でね、この中にね、糖質がありますよと、糖質がちょんちょんちょんとこんなしてあって、そして血液に乗ってね、流れてるわけですよ。こんなしてね。ふよーというふうに流れていって全身に運ばれていくわけですけども、これ糖質の取りすぎの方はですね、この糖質がどんどん増えてしまって血液中に多すぎる状態になっちゃうんですよね。これが高血糖の状態なんですよ。もう血液中に糖質がもうたくさんありすぎて、余ってるような状態、これが高血糖の状態なんですね。ですが、体はですね、この高血糖の状態というのは体にとって害ですから、この血糖値をどうしても下げたいんですね。この糖質をなくしていきたいんですよ。じゃあですね、この糖質をどうやってなくすのかなんですが、それが脂肪に変えていくんですよね。このね、糖質をね、脂肪に変えると、脂肪をこんな風にね、脂肪に変えてしまうと。で、こっちの糖質もじゃあね、脂肪に変えて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 いくと、こんな風にするとこの脂肪が増えて糖質が減りますので血糖値は下がるんですよね。で、この脂肪がどうなるかっていうと、体のいろんなところに運ばれて、そして、脂肪として沈着する。だからお腹が出てきたりだとか、太ももが太くなったりだとか、足が太くなったりだとかね、こういった顔にね、その脂肪がついたりだとか、こういった太ってしまうということになるんですよね。ですから糖質がね、余ってしまうと太ってしまうということになるんですよ。で、これね、どうやってじゃあこの糖質を脂肪に変えるのかなんですが、この働きをするのがインスリンなんですよね。インスリンですね。インスリンというホルモンがあって、これね、糖尿病の人なんかがね、よく注射で打つお薬なんですが、このインスリンというホルモンはね、膵臓から出てきて、これがこの糖質、赤い糖質ね、実際赤くないんですけども、この糖質を脂質に変えちゃうんですね。中性脂肪に変えちゃうんですよ。ですからこれが脂肪として体の中についてしまって太るという反応があるんですね。ですからこのインスリンがね、出る量が多ければ多いほど、つまり糖質を取る量が多ければ多いほど、どんどんこの糖質が脂質にね、中性脂肪に変えられていってしまいますので、インスリンが多くなると太るんですよね。太る。なのでこの糖質を取りすぎてはいけないと、太ってしまうよということが言われているんですね。ではですね、人工甘味料を取った時にはね、甘い人工甘味料を取った時には、このインスリンの量ってね、どうなっているんでしょうか。この研究ではですね、砂糖を摂取した場合とスクラロースを摂取した場合とで血糖値であるとかインスリンの量をね、測っているんですけども、こ
これね、その砂糖を取っている時にはもちろんですね、この血糖値っていうのが上がってインスリンの量も増えたんですが、これ自然な反応なんですけどね、これがスクラロースを摂取した場合には血糖値の上昇は少なくてインスリンの量も砂糖ほど増えなかったということなんですよね。ですから血糖値とインスリンからね、この太るメカニズムを考えると、この当然ながら太ってしまうメカニズムを考えた場合、このスクラロースの方がその糖質も増えなくてインスリンも増えないから、この太るメカニズムは出てこないということは言える。だからスクラロースの方が優秀だと言える点もあるんですよね。ですから、その食欲が増えてしまったとしても、絶対にですね、その食べる量であるとかカロリーを私は増やさないと。例えばゼロコーラであるとかね、ゼロカロリーの炭酸飲料とか飲んだ場合にですね、もう私はね、その食欲が増えてくるけれども絶対食べないっていうふうに決められるような鉄の意志があるようなね方であれば、その人工甘味料を取っていただいてもいいのかもしれないということが言えるんですけども、もともとですね、そんなに鉄のような意志がある方はね、その人工甘味料は頼らないんじゃないかなというふうに思うんですよ。やっぱりこの人工甘味料に頼ろうとする方は、もうなかなかその食べる量が減らせないから、せめて人工甘味料入ったゼロカロリーのものをね取ろうかなっていうふうに考えている方が多いと思うんですよね。ですからこういったそのゼロカロリーのものとかをね取っていると、知らない間にね食欲がどんどん暴走してしまって、食べる量が多くなることで太ってしまいますので、やっぱり控えた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。で、なんでですね、この人工甘味料を取ることで食欲がね暴走してしまうのか増えてしまうのかなんですけども、これはですね、甘いものを取るときには血糖値が上がるのが普通のことなんですよ。さっきね、そのホワイトボードでねお伝えしたように、その糖質を取るともちろん血液中の糖質が増えますので、血糖値はね当然ながら上がるんですよね。これが人間の体の反応、当然の反応なんですよ。しかしですね、人工甘味料では強烈な甘さがしますので、体はですねこれから血糖値上がるぞっていうのが認識してるんですよね。でも血糖値がね上がらないんじゃないですか、人工甘味料だと。だから体はね混乱するんですよ。甘い、これは血糖値がね絶対増えてくるぞと待ち構えているのに血糖値が上がらないっていうところで、体が混乱しちゃうというふうに言われてるんですね。で、このギャップを埋めるために脳がですね食欲を増進させてカロリーを摂取させるのではないか、糖質を摂取させるのではないかというふうに言われているんですね。脳の機能はねまだ完全には解明されていないこともかなり多いですので、こういった不思議な反応っていうのがあるんですね。で、人工甘味料に関する研究はこれ以外にもね数多くあって、海外でもね様々な国で行われているんですよ。で、それらの研究の結果からは、糖質がゼロなのに食べ物と一緒に摂ることでより血糖値を上げてしまうというものであるとか、糖質がないのに太ってしまうというリスクがあることも分かっていますし、糖尿病のリスクが砂糖よりも大きく上がってしまうという危険性も指摘されているんですね。で、また腸内環境を悪化させてしまったり、人工甘味料を毎日摂取する方は脳梗塞であるとかアルツハイマー型認知症とか糖尿病のリスクまで大きく上がってしまうということが分かっているんですね。でね、このようにですね、そのデメリットだけではなくて命の危険性までありますので、私はですねやはり人工甘味料というのはできるだけ取らないと避ける必要があるんじゃないかなというふうに思います。で、私の別の動画ではですね、このような人工甘味料に関する他の研究報告であるとか危険性についてお伝えした動画もありますので、ぜひ次はこちらの動画もご覧になってください。で、私の整体院やサポート付きのファスティング、そして今回の内容のブログに興味を持っていただいたら、下の説明欄のリンクからご覧になってください。で、また今回の内容が少しでもねためになったなというふうに思っていただけたら、次回もお見逃しがないようにぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。で、ぜひねもう一本動画をご覧になっていただいて、綺麗で痩せて健康な体を作っていただけると私も嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。